皆さんこんにちは、加工鉄です。ということで、本日は我が地元群馬県は高崎駅からのスタートなんですが、本日は2024年8月4日、もうね、東北の方はお祭りウィークですよ。ということで、本日はあなたをここ高崎駅からまず秋田県へ、秋田関東祭りへお連れしようと思います。超楽しみ、待っていた1年間この日を。去年ね、ちょっと体調崩してしまいまして全速で行けなかったんですが、東北の夏十分に楽しんでいこうと思います。それにしても暑い、めっちゃ暑いです。駅前の温度計は35度。今日はこれからどんどんまた気温が上昇し、うだるような暑さです。皆様こんにちは、加工鉄でございます。こんな暑さは蹴散らしまして、まずは新幹線で新潟駅、そこから加工鉄の動画では初めての特急稲穂号ですね、それの新潟から秋田まで全区間乗車して秋田関東祭りをお連れしようと思います。よろしくお願いいたします。まずは高崎から上越新幹線に乗車し新潟へ、そこからは羽越本線をぐんぐん北上する形で最終的に秋田を目指します。構内のお知らせには山形新幹線に大きく×の運転見合わせの文字。夏祭り前にかなりの大雨被害がありまして、秋田そして山形の内陸ではね、一部電車が止まってしまっています。私2年前にも東北の夏祭りを巡る旅したんですけれども、その時もバチバチに雨に降られてしまいまして、在来線が全て運休、新幹線での移動となってしまいました。今年は順調に進んでくれるといいんですけどね。旅のお供にお爆重ということで、本日も星になるべくコンビニに駆け込んだところ、黒ラベルの東北限定パッケージがあったんだけれども、どうしたかこてつ手が伸びないと見せかけてネイルをめちゃくちゃ見せつけている夏のために新しくしたネイルなんですけれども、お酒取らないのか。新潟駅に着いてから30分くらい乗り換えの時間があるんですけど、そこでね、本酒館とか行きたかったんですよ。こう自販機で日本酒いろんな好きなものを飲めるみたいなところがあるんですけれども、またね、夏時期コロナが流行っておりまして、少しでもこう免疫力を下げたくないっていうことで、ちょっと今回の旅はお酒はちょっと禁止で、目的地まで行こうと思います。移動の最中はね、あとマスクもしっかりして、お酒も移動中は控えて万全を期して出発しましょう。で、明日ね、今日は関東なんですけれども、明日の夜私青森ねぶたで実際に衣装を着て跳ねるので、それももう本番待ってますから、体調万全にあなたを連れて行きたいと思います。よろしくお願いします。夏に体調崩しがちなんでね、私万全を期して健康第一で、今回のお供は命のお水。せっかくなんでね、上越新幹線乗りますから、谷川連峰の恵みいただいていきましょう。座席がどこだったかはね、ここにタッチすれば分かるようになってます。確認中。時2号車15番 A 席ですね。はい、印刷もできるんだ。ちょっと紙の無駄になっちゃうかもしれないけど、これも記念に持っていきましょう。待ってろよ新潟。群馬県の高崎駅いらしたことある方だったらご存知かと思いますが、構内に至る所にだるまちゃんがいます。コンビニの前にもカラーだるまなんて可愛いものが売っておりますが、日本で一番生産量が多いんです。だるまのお正月終わった後にどんどん焼きでだるま焼くかと思うんですが、関西の人に聞いたらね、そういう風習ないって言ってたんですけれども、それ本当なんですか？ということで、いざ東北の旅、あなたと一緒に行きましょう。よろしくお願いします。全車指定席の E7 系とき号、本日は8月4日日曜日なのですが、お盆前ということもありまして、結構ね、席には余裕がありました。
高崎駅を出発してすぐ右手に見えてくる背の高い建物、あちらは平成初期に建て替えられた前橋市にある群馬県庁です。確か県庁の中で一番背が高かったんじゃないかなと思います。そしてそんな県庁を遮るように今車窓に見えている立派な高架橋、こちらは北陸新幹線のものですね。上をまたいで向こう側金沢方面へと分かれていきます。名目上はね、東京駅まで北陸新幹線でつながってるんですけれども、線路の起点となるのはここ高崎駅からです。今日は空が霞んでいて少し見えづらいんですけれども、今奥に見えているお山が赤城山、裾野穴菓赤城山と群馬県ではよく言われますが、群馬を代表する上毛三山のうちの一つです。しばらくトンネルを走り続いてやってまいりましたのは水上町です。関東では結構有名なねスキーの場所です。栃木県だと那須塩原とかになるんでしょうかね。群馬県は内陸県でちょうど日本の真ん中ぐらいに位置しています。上に行くと新潟や福島なんかともつながっているので、場所が変わると気温も全く違うのが県の良さではないでしょうか。現在通過しているのは上毛高原駅、上越新幹線では群馬県最後の駅です。ここから再び長いトンネルに入り、群馬と新潟の県境にまたがる谷川岳の下を越えていきます。ちなみに在来線の上越線群馬県最後の駅はあの有名な土合駅、日本一のモグラ駅とも言われていますが、そちらはね何度か訪れていますし、そこに併設されているグランピング施設ドアイビレッジにも宿泊したことがあるので、ぜひご覧になってみてください。谷川連峰を貫く大清水トンネル、その中でいただくのがこちらフロムワクはすごいね、キャップが止まるようになってて便利、企業努力が見られるんですけれども、これ谷川連峰の湧き水なんですが、ただねその湧いてきた水じゃないんです。新幹線とすごく深いつながりがありまして、なんとこの大清水トンネルを掘っている時、1970年代に大量の湧き水が出てきて、これどうしようと試しに飲んでみようと飲んでみたところ、美味しいから商品化しちゃえってことで、現在はね JR 東日本の子会社が発売しております。これ売り始めたのが1984年とかなんですけれども、その時はフロムアクアっていう名前じゃなくて、大清水をもじって美味しい水っていうね、缶に新幹線の絵柄が書いてある、そんなねちょっとポップでユニークなこうユーモアのある、ね、商品だったんですね。長いことトンネルが続きます。このゴーという凄まじい音が大気を聞いているようで眠りを誘いますね。すごくぐっすり眠れそうです。で車窓をこのトンネルの光がビュンビュンってこう流れていくんですけれども、私これ旅に出る前日にちょっとね地元の花火大会行っておりまして、そこで見た花火にこのヒューという音と光が似てるなと思いました。めっちゃ感動したので、その様子あなたにもちょっとお裾分けしようと思います。夏を感じてください。すごいかも。あまりにも感動してしまったので、少し長めに花火の尺を取ってしまいました。すいません。ということで、国境の長いトンネルを抜けると、そこは、めちゃくちゃ暑い日本であったって感じですね。我々は県境を越えて新潟県最初の駅、越後湯沢駅にやってまいりました。この大清水トンネルを掘った時、毎分33トンもの大量の水が湧き出たということなんですが、その湧水は飲料水として販売しただけでなく、今ホームの下にちょっとパイプみたいなものが見えたかと思うんですが、冬場はここにその湧き水を通してプシャーっと車体に水を当てて雪を落とすような融雪パイプに通す水としても活用されています。結構新潟では有名な光景で、その融雪パイプに水しぶきを当てられる車体を取りに来る撮り鉄の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。マックス時が走っていた頃は2階建ての塗り壁のような車体にしぶきがバシャーっと当たる、あれもすごく絵になりましたよね。
新幹線は越後湯沢駅を出発。ちなみに川端康成の小説「雪国」の中で出てくる有名な一文、国境の長いトンネルを越えると雪国であったなんですけれども、それはちょうどこの群馬県と新潟県の県境のことを歌っております。ただ当時新幹線は走っていなかったので、そこで書かれているトンネルというのは在来線の方のものですね。車窓奥駅前には高層マンションがボコボコといくつか建っておりますが、あちらバブル遺産となってしまっています。平成初期にね、スキーブームが起こって東京から1本で来れるってことで、たくさんあのようなマンションが建ったそうです。E7系女性用のトイレがね結構充実してるんですよ。こんな感じでパウダールームみたいな使い方もできて、こう鏡のところをぐるっとカーテンで囲うこともできます。そして三面鏡のような形になっておりまして、かなり広範囲に体が映るんです。照明もキラキラでありがたいで、入ると中広々で、フィッティングのね台もあるんですよ。だから着替えとかもスムーズにできるし、こんな全身鏡もバッチリ。ちなみにこの赤いグラス10年前から着てますね。はい、長持ち品です。ビニールです。こっちにも鏡がついてる最強。すっきり尿意系 YouTuber のお仕事が本当できそうです。新潟といえば米どころ、南魚沼のコシヒカリなんか有名ですが、車窓にもね水田が広がってきました。空の青、白い雲、そしてそこに鮮やかなグリーンがよく映えます。浦佐駅までやってまいりました。かつては駅の向かいに大きなスキー場がありまして、スキーが上手くなりたいなら浦佐へ行けと有名な指導者を招いてスキー学校なんかが盛んだったみたいなんですけれども、2011年でその営業は停止されてしまっています。駅構内には修学旅行に使われていた大きな待合室だったりとか、その遺構がガラーンと今は残っているような形で、こちらもね YouTube の動画なんかではバブル遺産駅とも呼ばれてしまっています。しかし駅の向こう側に見る南魚沼の景色は非常に素晴らしいものです。新幹線は長岡駅に停車。長岡といえば花火大会有名ですよね。日本三大花火の一つとも言われています。茨城の土浦花火大会、そしてこれから向かう秋田は大曲の花火大会、そして長岡花火、日本三大花火です。毎年8月の2日と3日に開催されていて、今日がね4日なんで、ちょうど昨日一昨日と花火が上がったわけなんですけれども、今年は金曜土曜の開催で、それはもうものすごい人だったそうです。昨日ね高崎まで私帰ってきたんですが、高崎駅もねたくさんの方が長岡花火に見に行かれるようで、ツアー客の団体の方とかもたくさんいて、もう駅大変なことになっていましたね。その時高崎駅の新幹線ホームで話しかけてくださった方が、まさにこれから長岡に行くんですけれども、ホテルが全く取れなくて、高崎にホテルを取ってこれから新幹線で花火行ってきますっておっしゃってました。で、なんとその声かけてくださった方が星のマークのおばくじゅうの会社の方でした。いやーめちゃめちゃ嬉しかった。いつも美味しくいただいてくださってありがとうございますって声かけてもらっちゃって、もうめっちゃ飲みますって言いたいところなんですけれども、今回はねちょっとおばくじを控えめにいきたいので、ノンアルコールで星になっていこうと思います。ありがとうございます。燕三条駅に到着いたしました。この駅すごく面白くって、新潟県の燕市と三条市にまたがって所在しています。しかし駅長室があるのが三条市側ということで、所在地住所は三条市となっているんですが、それで三条駅としちゃうとあんまりにもということで、燕三条という名前になりました。じゃあなんで燕が先に来るのか疑問ですよね。これはこの駅より先にできていた北陸自動車道のインターチェンジ、こちらも三条市にあるんですけれども、その名前がね三条燕インターチェンジっていうことで、公平に順番をひっくり返してこっちは燕三条駅となったそうです。
潟駅手前で見えていたのは電化ビッグスワンスタジアム、スポーツなどが行われる場所ですね。ああいうドームでね NGT48 新潟県の AKB48 グループいるじゃないですか。コンサートとかしたのかななんて思いました。彼女たちが一番最初に出したシングルが確かねマックス時315号っていう曲なんですけれども、すでに廃止されてしまった車両ではあるんですが、マックスが新潟県の方々にとってどれだけ思い入れがあるものであったかというのが分かります。上から見下ろすような車窓をもう一回眺めてみたいですね。到着しました。新潟3年ぶりですね、私が来るのは。マックス時で最終まで乗ったのが最後だったんで3年ぶりの新潟です。なんかもう本当に久々の新潟なんで、新潟駅の新幹線にこの E7 系しか止まってないっていうのが、 E2 系もね引退しちゃいましたからね、上越線からは。いやーなんかすごく不思議な光景。3年前に来た時はね、ちょうどカゴ鉄が大好きなスターバックスの47都道府県フラペチーノをやってる時だったんですよ。で新潟は柿の種フラペチーノで、それをね新潟駅で飲んだ思い出。新潟はお友達がいる。そうですよ、新潟といったら佐渡島じゃないですか。佐渡金山世界遺産登録おめでとうございます。うわ、めっちゃ新しくなってる。新しい駅舎になってから初めてです、新潟駅来るの。うわ、こんな綺麗になっちゃったんだ。すごいな。ずっと工事してたんですけどね、前回3年前来た時は。うわー、綺麗になっちゃったな。すごいぞ。暑い。新潟マジで暑いな。全然暑いぞ。やだ、綺麗。こんな開けちゃったのね。はあ、変わっちゃうもんだね、街はね。ということでここからは特急稲穂号の旅です。あと30分後ぐらいに出発します。羽越本線をずっと北上して秋田まで行くような形ですかね。前身は特急北国とか上野出てからまだ秋田までつながってた時代、青森までその先つながってた時代ですよね。現在は区間が短縮されて新潟から秋田になったんですけれども、その区間も初めて乗車するので楽しみたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと食べ物でも少し小腹すきますね、やっぱり。乗車状況を見つつつまめるようならつまんでいきたいので、何かしらを買って乗車しましょう。新潟駅には越後芝の可愛らしい像が、こちら中堅玉子ちゃん、女の子なんですけれども、昭和初期にね雪崩に巻き込まれたご主人を2回も血だらけになりながら救ったそうです。ハチ公と比べるとだいぶ小柄で可愛らしい。昨日がねちょうど長岡の花火大会で今日が秋田関東なんで、特急稲穂号もねかなり混雑してました。窓側、日本海側がすごく綺麗なんですけれども、グリーン車に最後の一席余ってたので、ちょっとようやく運よく撮ることができてよかったです。ここでも出会ってしまった新潟限定風味爽快にして、行きの新幹線でお名刺までいただいたのにお爆樹いただけなくてすいません。心の中で星になりました。そして旅のお供を探していたら目に入るのは、そこら中から笹団子の文字。もうね、新潟といえば笹団子だけど、メーカーがありすぎてどこのものを買ったらいいのかが正直わからなかったので、2つ味が楽しめる粒あんとこしあんが入っているものを購入させていただきました。おすすめのお店あったら新潟県民の方ぜひ教えてください。すごいね、今日高崎からとき号で来て全車指定席だったんですけど、ガラガラだったんですが、この後ね、この新潟から出るとき号全部指定席満席だそうです。やっぱ長岡の花火大会とかもあったから、その関係で、あと今日日曜日だし夏休みだし結構混んでるのかもね。駅自体もかなり人が多いです。
駅の中でも昨日の長岡花火のハイライトが流れていました。日本三大花火の一つですからね、新潟県民の方にとっては1年で一番大きなイベントでしょう。それでは行ってらっしゃい。よいしょ。はい、行きましょう。5番線からですね。すごいな、このずらっと並ぶからしを塗ったハムサンド、かわいい。いってらっしゃい。白新線の列車が先発で出発していきました。足元の案内にも実る稲穂が、今回は1号車グリーン車での移動です。すごい、在来線と新幹線ってこんな改札で行き来できるんだ、すぐ。初めて乗車する特急稲穂号、人がいなくなったのを見計らって先頭からどうぞ。どっしりとしたソファーのようなシート、重厚感がたまらないですね。すごいかっこいい。乗車するのは E653 系電車。率直な感想はお弁当箱みたいだなと思いました。駅弁に最近新幹線型のお弁当とかありますよね。そんなイメージです。そして1号車なんですけれども、なんと座席との間にこのようなね、パーテーションがあってしっかりと区切られています。なので前の座席から降りてくるタイプのテーブルはないんですが、手元にはねしっかりと折りたたみ式のアームテーブルがついていました。ちょっとこのテーブルの広げ方がわからなくて危うく逆パカしそうになってしまったんですけれども、はい、無事広げることができました。ご心配おかけしました。乗車した E653 系、もともとは常磐線の特急日立で活躍していたものでした。それが新車両に変わるタイミングで余剰となったものが特急稲穂用に転属されてきた形ですね。現在は1000番台として走っております。 E653 系が製造されたのは2000年前後で、思いっきり JR に入ってからなのですが、グリーン車がね3列って珍しいんですよ、 JR の中では。これは稲穂に転属されるときに1号車のグリーン車をそれ用に改造したことでこのような形となっております。ちょっと車両の雰囲気とこのパーテーションの雰囲気とかちぐはぐな感じがまたいいですよね。歴史を感じます。そんなうんちくは置いといて、新潟県の伝統菓子笹団子をいただいていきましょう。1枚ずつ丁寧に剥いていきます。これ発祥は定かじゃないらしいんですけれども、昔からねこの新潟の土地で笹とかもち米がよく取れたからとか、あとは越後の国の武将上杉謙信が戦いに行く時に携帯するように持ち歩いてたとかっていう説があります。笹を巻く理由としては、この笹の葉にはね抗菌作用があって、冷蔵庫がなかった昔はこれを巻くことによって食べ物を長持ちさせたそうです。もっちりとした笹団子を谷川岳の湧水で流していく、もうこれぞ列車で新潟を楽しむにふさわしいコンビネーションではないでしょうか。新潟駅を出発、お天気は快晴、笹団子もより美味しく感じられます。近年ね、秋田とか山形とか日本海沿岸は大雨災害に見舞われてしまって大変なことになっている方々多いですからね、少しでも貨庫鉄が出向いて経済回せたらと思います。
JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急稲穂7号秋田行きです。途中豊坂、千葉、中条、高町、村上、府谷、厚木温泉、鶴岡、浜梅、酒田、湯沢、久方、三ヶ穂、羽後本庄に停まります。グリーン車は1号車です。特急稲穂7号をご利用くださいまして誠にありがとうございます。ご案内いたします車掌は庄内統括センターの庄司と斉藤です。途中の酒田駅までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。これから先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は豊坂に停まります。豊坂15時1分、柴田15時11分、中条15時21分、坂町15時27分、村上15時36分、府谷16時6分、厚木温泉16時18分、鶴岡16時40分、余目16時50分、酒田16時59分、湯沢17時11分、久方17時31分、伊香保17時40分、羽後本庄17時52分、終点の秋田には18時30分の到着です。新潟駅を出てすぐに我々は阿賀野川を越えていきます。日本海につながる大きな川で、この河口付近には新潟空港があります。そしてこの流域、高度経済成長期に起きた日本の四大公害病の一つ、第二水俣病が起こってしまった場所でもあるんです。当時の昭和電工が廃液に水銀が混ざったまま川に流してしまって、それをお魚さんが食べて食物連鎖で人の体の中に入って、死者も出てしまったっていうものなんですが、発生から60年、今ではかなり水質が改善されて元の綺麗な川に戻りました。あんまりにも天気が良すぎるのでね、ちょっとカーテンを下げていきましょう。この一つのグリーン車で2枚窓を使用できるっていうのが贅沢じゃないですか。もともと日立で使われていた頃は普通車用の車両で、ここに2つ分の座席が2列2列で配置されていたんだと思います。そう考えると本当に贅沢な空間です。出発して一番最初の停車駅は豊坂駅です。新潟駅から近いっていうこともあって、乗車されるお客様はね、ほぼいませんでした。ここの停車中にちょっと車両後ろ側行ってみましょう。なんとグリーン車両の後ろにはこんな贅沢なミニラウンジまで付けられているんですね。グリーン車全席で18席しかないので、1両18人で乗るという、もはやグランクラスやろっていう超贅沢な空間です。ちなみに普通車指定席だとマックス72席あるので、それと比較するとね、本当にありがたい思いをさせていただいております。この列車は特急稲穂7号秋田行グリーン席は空いてるけど指定席満席ですね。全部予約が埋まってるっておっしゃってましたし、もうギチギチ、自由席、指定席は全部人が乗ってます。よかった、グリーン車取れて。でちゃんと便座クリーナーもありますね。すごい自動です。
満席の指定席を横目にごめんなさい、優雅にラウンジを使用させていただきます。これもそれもね、今私がこうして乗れているのは画面の前のあなたのおかげですので、あなたと一緒に堪能していきたいと思います。目の前に一面広がるのは稲穂、お米が豊富な場所です。これがもう少し進むと日本海が見えてきてオーシャンビューになるわけですね。まもなく千葉上津線中村飯岡三河方面が乗り換えます。ご利用のお客様はお忘れのないようにしてください。柴田の次は中条に停まります。次の停車駅は柴田駅。豆柴とかの柴じゃなくて、新しく発する田んぼと書いて柴田と読みます。新潟を出てから柴田駅までは白新線を走ってきて、それより先は羽越本線を走ります。白新線ね、ちょっと面白い形をしていて、地図で見るとこんな感じなんですけれども、ちょっとデルタを描くようなね、新潟までの短絡ルートみたいな形で敷かれています。この線路が敷かれたのはなんと戦後、結構新しいんですね。それまで、特に明治期まではこの白新線のルートに沿うように柴田川というものが流れていまして、そこで舟運、船で人々は行き来していたそうです。人と同じく船によって運ばれたのがお米。今も車窓に水田がぶわっと広がっておりますが、この辺りは江戸時代に柴田藩によって水田開発が行われています。またこの辺りは国内でも有数の低湿地帯。夏には豪雨、冬には豪雪。そうすると川も氾濫しやすく、ひとたび洪水してしまえばね、もう水浸しになってしまいます、この辺りは。なので古くから治水事業が進められておりました。実は先ほど渡ってきた阿賀野川ですが、かつてはね、信濃川と合流して河口に注いでいたんですけれども、これも江戸時代に治水の目的で河口が分けられたそうです。ご乗車ありがとうございました。まもなく坂町に到着です。3番線到着。坂町駅までやってまいりました。この駅は羽越本線の他に米坂線の接続駅です。米坂線は内陸に進んでいきまして、県境を越えて山形へ、米沢までをつなぐ路線なのですが、2022年の8月3日、ちょうど2年前に東北地方を襲った豪雨のため、現在は坂町から途中の今泉駅まで長期バス代行により運行がされています。私その時もね、東北のお祭り回ってたんですけども、ものすごい雨で在来線がね、片っ端から全部運休になっていました。これは何でしょう、給水塔はあんまり鉄道以降のようには見えませんが、ちなみに米坂線2022年に豪雨で線路が寸断されるまでは、米坂を出て羽越本線白新線経由で新潟までを結ぶ快速紅花というものも走っていました。先日門司港にある九州鉄道記念館に訪れた時に、そちらに展示されていた9600型蒸気機関車、1913年ぐらいに作られたものだったんですけれども、はるばる米坂線から門司までやってきたっていうことで、その機関車の番号が59634だったんですけれども、それをもじってご苦労さんよ遠くからっていうことをね、言われていたっていう説明書きを読んだことを思い出しました。あ、こんな遠くからはるばるやってきたのかと、点と点が線でつながった感覚です。列車まもなく村上駅到着なのですが、村上から先ね、なんと硬直切り替えのデッドセクション。お知らせいたします。まもなくしますと電気切り替えのため室内灯が一時消える車両がございます。合わせまして自動ドアも動かなくなりますのでご了承をお願いいたします。まもなくしますと電源切り替えのため室内灯が一時消える車両がございます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急稲穂7号秋田行きです。途中府や厚木温泉、鶴岡、余目、酒田、湯沢、久方、仁賀保、羽後本庄に停まります。グリーン車は1号車です。指定席は2号車から4号車です。
自由席は5号車から7号車です。トイレは1号車、3号車、4号車、6号車にあります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう。どうでしょう、貴重なデッドセクションでしたが結構分かりやすかったかなと思います。走行音が一気に静かになって電気もしっかり消えたので、ここで硬直が変わるところなんだなと実感することができました。最近はデッドセクション自体数が減ってきてしまって、あとは車両の性能も上がっているので停電しないことも増えてきたんですけれども、あなたは過去に経験されたデッドセクションの思い出とかありますか？すごい限定的ですけれどもね。ちなみにデッドって死っていう意味なんですが、これは直流から交流またはその逆に切り替わるとき、一定区間電気が通じない区間があるのでデッドセクションと呼ばれているそうです。日本だと北海道と東北、そして九州のほとんどが交流電化区間になるみたいなんですが、この交流と直流どうやって分けられているかっていうと、そもそも直流電車しかなかったんですって、日本に最初は。しかし直流電車だと高さのある鉄塔だったり大規模で費用のかかる地上設備が必要とされて送電コストが莫大だったんですね。そこでドイツで最初に地上設備が安価で済む交流電車というものが作られます。その流れが日本にもやってきたんですが、交流電車ね、地上設備は安いんですが作りが結構複雑で車両を製造するには高いんですよ。なので都心からちょっと外れた九州だったり東北の方では車両がそんなに多くなくても済むので、1車両にお金をかけてその代わり土地代が安いから交流で都市部になると今度は列車をたくさん走らせないといけないので、シンプルな作りの直流がたくさん走るようになったというか、元から走っていたそうです。これ合ってる認識？でもそもそもなんか地方の方が土地代安いんだったらもう全部直流にしちゃって地方も別に交流じゃなくてもよかったんじゃないっていう気もするんですが、なんかいろいろ歴史があるんでしょうね。豪雨の多いこの季節にせっかくの晴れ間、お天道様からのお恵みは全身で浴びていたいということで、おもむろに取り出したのはこちら。先日ある列車福岡で乗る前に博多のパリミキで購入しましたサバエのメガネです。複雑、博多で買ったサバエのメガネ。サバエって福井県の市なんですけれども、メガネのねすごい有名なところで日本のシェア8割ぐらい占めてるんじゃなかったかなと思います。国産のメガネ一度買ってみたかったんですよ。ファストファッションジーンズとかもいいんですけれども、一度ねこういうメイドインジャパン高価なサングラスつけてみたかったので嬉しいです。使う時が来て5万円しましたよ。5万円から覗く日本海、素敵。そしてそんな日本海に浮かんでいるのは粟島浦村。今新潟県の島っていうと最もフィーチャーされているのが佐渡島、世界遺産登録だと思うんですけれども、粟島浦村は350人くらいの小さな島なんですが、島には温泉が湧いていたり豊かな食もあったりだとか非常に良いところなので、名所に隠れてあまりスポットが当てられないところに行く旅っていうのもちょっと興味がありますね。特急稲穂号がデビューしたのは1969年。営業当初はなんと上野から秋田を結んでいました。高崎線、上越線、信越本線を経由して羽越本線を走るルートだったのですが、秋田と東京を結ぶ初の特急列車でした。運
運行開始当初羽越本線は非電化だったのですが、その後1972年に全線電化されたことにより485系電車が投入されました。この時日本海側を通る稲穂ルートで上野から秋田へ行く所要時間が約7時間30分。それまで上野を出てから秋田へ行くまでは山形県の内陸側板谷峠を通って秋田に向かう特急翼がメジャーだったんですけれども、この翼号よりも所要時間が短くなったことから翼で行くより早くなりましたっていうキャッチフレーズが広告で使われていたそうです。稲穂号に乗るならおすすめは栄石、美しい日本海を存分に楽しめるのですが、羽越本線限りなく日本海に沿って進むので日差しがものすごいのと、ずっと絶景をね見せられると正直飽きてきちゃうんですね。ごめんなさい、やっぱりたまに食べる美味しいものがいいっていうのと同じで、絶景は一瞬だからいいのかもしれません。ちょっとうたた寝なんかしちゃいましたね。1982年に上越新幹線が開業すると、特急稲穂は新幹線と接続する L 特急に転身。運転区間はこれまでの上野から秋田から短縮され、新潟から秋田となったんですが、秋田から先の青森までさらに北上する形に変えられました。2010年まで新潟発青森行きの特急稲穂号がありましたが、それ以降は秋田から先青森までは特急津軽に統一されています。新潟から秋田、秋田から青森と分離されたような形です。次は渥美温泉となります。トイレさすがに置いている十分サングラスした方がいいじゃん。すっきりしまして、一眠り。改めてこうしてみると、このソファーのような重厚感あるシート素晴らしいですよね。本当にマックス時のグリーン車みたいに大きな四角い枕が特徴的です。列車間もなく渥美温泉駅に到着なのですが、注目してほしいのはそのホーム長。そろそろホームが始まるんですけれども、見て、まだ長い、まだ駅見えてこない。うわ、まだまだまだ、うわ、やっと見えてきそうだけど、はい来ました。とにかく長いでしょ。これは特急稲穂号の前身である夜行急行列車の北国だとか、あとは特急白鳥の頃の名残ですね。旧北陸本線の駅でもこのようにね、長いホーム長の駅たくさん見られます。今では利用客少なくなってしまいましたが、かつてはたくさんの方がこれに乗って大阪から青森を目指して、その先青函連絡船で北海道まで行かれた方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。国鉄時代、日本海側を北上していくルート、東海道本線、北陸本線、信越本線、羽越本線、奥羽本線、これらまとめて日本海縦貫線と言われておりまして、非常に重要な連絡ルートでした。羽越本線も幹線ルートの一部として早い段階で全線電化され、そのほとんどが複線化されています。しかも単純に単線の横に1本線を作っただけじゃなくて、敷き直すような形で作られていますので、村上駅を出てからこの先鶴岡駅までの間は、その時のね旧線時代の遺構が数多く見られるそうです。そんな長大編成の時代の列車に思いを馳せながら羽越本線でいただく笹団子、もう抗菌作用もあるってことなんでね、夜行列車にもぴったりなんじゃないでしょうか。新潟駅でこれを買って乗られた方もたくさんいるのかななんて思います。さっきいただいたのはこしあんだったので、今度は粒あんいただいていきましょう。つるっと笹の葉を剥こうとしたんですけれども、この葉っぱにお餅がこびりついてなかなか取れないすごい粘着質。接着剤だったらかなりの強度あるんじゃねってぐらいだったんですけれども、真夏日にずっと日本海側を走っていて日差しが強いんで、窓際にお餅を置いてるとすぐ温度上がっちゃうんですよ。でこんな感じでめっちゃ伸びるんですけれども、このね葉っぱにこびりついたのも風情があっていいじゃないですか。夏に笹団子食ったななんていう記憶に残りますよ。そんな全てをね
旅情をいただきますから、駅弁や列車の中で食べるものっていうのは口いっぱいに含んでいきましょう。私はやっぱりね、粒あん派ですかね。小さい頃はこしあんとかコーンスープも粒が入ってるやつ飲めなかったんですけれども、だんだんこう食感に刺激がないとダメになってくるんですね。大人ってやだ、プロ20歳。一生懸命食べて手がベタベタになってしまったので、ここでありがたいのがグリーン車でいただけるおしぼりです。これね、結構上質なおしぼりで、いつも使うのがもったいなくてリュックの中に溜め込んでるんですけれども、こういう時にスッと出せるのはね、ありがたいです。鶴岡の次は余目に停まります。鶴岡駅に到着。今では使われなくなってしまった対比線ですかね。草がぼうぼうになってしまっているんですが、こういう線路を眺めるのも好きなんですよね。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急稲穂7号秋田行きです。途中余目、酒田、湯沢、久方、三田穂、羽後本庄に停まります。グリーン車は1号車です。すべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話を使用されたらあまりのお客様のご迷惑となりませんよ。鶴岡駅を出発し、山形県を走行中。現在走っているのは庄内平野、日本有数の穀倉地帯でたくさんお米が取れる場所です。車窓後ろ側大きな山が見えているんですけど、あれ月山ですかね。違っていたらごめんなさい。あの山を越えると、今年の初めに訪れた尾花沢市、銀山温泉でね有名なところがあります。しかしこれまた豪雨水害の影響で、この撮影をしていた8月4日時点では新庄からね銀山温泉最寄りの大石田駅までが普通バス代行となっていました。庄内平野は最上川が運んできた堆積物によってできた地形で、地下水が豊富で気候に恵まれていることから、つや姫や一目惚れなどのブランド米、その他にも日本酒用の酒米やもち米などたくさんの種類のお米が作られています。しかしこの最上川がね、これまた氾濫してしまうと大変なことになってしまう。そのためこの辺りでも古くから治水作業がされてきました。大雨被害の影響によりまして、国道が通行止めのため、バスの代行運転の予想を一時見合わせております。ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたします。申し訳ございません。何卒ご了承をお願いいたします。余目駅に到着。この駅には新庄につながる陸羽西線も接続しているのですが、現在は高速道路工事の関係で2024年度いっぱいバス代行とされています。しかし放送にもありましたが、こちらも水害の影響で国道が不通となってしまっていて、運転を見合わせていると。もう一周回ってね、今日がこんなに晴れてることが奇跡的なぐらいですね。余目を出発すると最上川を渡って次の酒田に向かうわけなんですけれども、先ほど渡ってきた赤川ってあったじゃないですか。あれもともとは最上川の支流で、最上川に合流するような形で流れていたんですが、ちょうどその合流地点に酒田の市街地があって、川が氾濫した時に大変なことにならないよう、こちらも治水工事がされまして、昭和28年に河口が分けられ分流されたそうです。まもなく酒田です。お降りのお客様はお忘れ物のない
建物の壁に獅子みたいなのが描かれていると思うんですけれども、酒田にも酒田祭りという伝統的なお祭りがありまして、そこで披露される獅子の絵です。でこんな水面ギリギリの運河のようなものが見えてまいりましたが、酒田はもうね古くから舟運、船で物を運ぶ文化が盛んなところでした。最上川の流れに乗せて内陸で採れた紅花なんかをねこう日本海側に持って行って北前船で全国に売り歩くっていう、日本海フェリーに以前乗ったんですけれども、そこで北前船の詳しい説明はしているんですが、そこでね利益をたくさん得て力をつけた豪商たちが酒田市にもたくさんいたんですね。日本海側につながる最上川の河口付近には今でも北前船時代に使われた倉庫がたくさん残っています。また船の上に獅子の絵が見えてきましたが、江戸時代に酒田を領有していた庄内藩はその行政の大半を北前船で栄えた豪商に任せたんだそうです。その頃から酒田は町人が中心となる自由な気風があふれる町だったみたいで、その豪商たちがねこの町に何か利益を恩返しせねばっていうことで始めたのが獅子舞だったり酒田祭りと言われています。現代でも続いている非常に伝統のあるお祭りです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急稲穂7号秋田行きです。途中湯沢、久方、伊香保、羽後本庄に停まります。グリーン車は1号車です。羽越本線にずっと沿って続く真っ青な日本海と同じく車窓に彩りを添えてくれる鮮やかな水田、これがもう少し季節が進むと一面真っ黄色の稲穂に育ちます。その時の光景はきっと今のグリーン車のような感じで、冴える黄色に反対色の日本海が映えるんでしょうね。列車は湯沢駅に到着いたしました。特急稲穂号が停車する山形県最後の駅です。ここから秋田県側に進むとちょうど反対側車窓に鳥海山、この地方でのシンボルが見えてきます。別名出羽富士とも呼ばれているのですが、山形県と秋田県の旧国名が出羽の国ということから出羽富士と呼ばれるようになったそうです。標高は2200メートル以上、かなり立派なお山なんですけれども、今日はそのお姿見せてくれるでしょうか。残念ながらちょっと恥ずかしいガリ屋さんだったようで、鳥海山をねくっきりと見ることはできませんでしたが、だからこそやっぱり価値があるんですよね。富士山だって毎回毎回綺麗に見えるわけじゃないんで、たまにくっきり見えた時にうわーよかったー、ご利益ありそうって思うわけですよ。やっぱり贅沢はね毎日じゃいけないです。ただまた自分の席に戻ったら日本海に沈んでいく雄大な夕日を見ることができました。ありがとうございます。目を凝らしてサングラスでバッチリ見ていました。小佐川駅を通過、いよいよ秋田県に入ってまいりました。現在走行している羽越本線なのですが、全線開通したのが1924年、今からちょうど100年前、2024年の7月末には100周年を記念して特別な列車が新津から秋田まで羽越本線全部を乗り通すイベント列車として走行されたようです。100年前の方々も日本海に沈むあのような美しい光景を当時は気動車で眺められたのかななんて思いつつ乗車しておりました。久方駅を出発、象に新潟の方って書いて久方って読むんですけれども、上から見るとね象の鼻のような形を昔はしていたのかもしれません。日本海側を走っていると方っていう漢字がつく地名が非常に多いんです。これ直訳すると英語だとラグーンといって入り江とかちょっと沼地、海から隔てられたところっていう意味なんですが、日本海につながる大きな川、信濃川通ってきた阿賀野川、最上川、赤川たくさんありますけれども、
ああいう川によって堆積された土砂が作り上げた土地がたくさんあるんですね。そこにはたくさんの栄養が運ばれて肥沃な土地となり、お米が育ちやすくなった、そういう背景があります。ちなみに新潟県、なんで新しい潟って書くのかっていうと、こちらも信濃川と阿賀野川からやってきた砂によって新しくあの間に土地ができたことで、新しい潟、新潟っていう由来があるそうですよ。江戸時代くらいには新潟にも大小の入り江、湖があったみたいなんですけれども、今では干拓によってなくなってしまっています。どんだけ水分取ったんって話ですよね。羽後本庄駅までやってまいりました。私がこれまで見てきた駅の中で一番駅前が賑やかなんじゃないかなと思います。由利本荘市の中心駅である羽後本庄、1日の利用客数は900人以上で、由利高原鉄道、略して由利鉄の起点の駅でもあります。ちなみに秋田県の中で一番大きな市町村であり、秋田の10分の1の面積を占めていて、神奈川県のね、半分くらいの大きさだそうです。すごいですよね。今向かいに見えている小さなホームが由利高原鉄道のものです。もともとは国鉄の八島線という線路だったのですが、現在は第三セクターに移管され、鳥海山麓線として営業をしております。名前の通り鳥海山のね、麓まで走るんですけれども、この付近を流れる小吉川沿いにその上流へ向かって走るんですが、沿線ではね、鮭が川を登っていく様子が秋になったら見えたり、あとは晴れた日には鳥海山を間近で望むことができるそうです。デッキの部分には冬化粧をした山形県の月山の写真が飾られていました。冬に北上すれば辺りは一面銀世界でしょう。そして今車窓に広がっているこの鮮やかな緑も、もう少し行くと一面黄金の絨毯に包まれます。近年は温暖化の影響で春と夏がぐっと短くなってしまったように感じられますが、それでも東北地方は四季の移ろいがはっきりとあり、いろんな車窓を楽しめるんじゃないかなと思います。先ほど渡った雄物川も明治期に奥羽本線が開通するまでは水運が盛んに行われていたそうです。上り線江戸や東京行きにはたくさんの海産物を積んで、また秋田へ入ってくるものには米が荷積みされたそうです。しかし例のごとく雄物川も氾濫してしまうと大変な洪水被害になってしまうので、治水工事が行われています。もともとは秋田駅の向こう側に流れていた雄物川なのですが、現在は秋田駅手前に河口が作られて、元あった雄物川は秋田運河となっています。これね、また新日本海フェリーの動画見てほしいんですけれども、秋田港に入ってくるとき、この秋田運河の中を通って船を止めているんですね。羽越本線特急稲穂号の旅、これまで旅した経験がつながった良い旅となりました。日本海につながる何本もの大きな川、それによって誕生した入り江や低湿地でたくさんの豊かなお米が取れる。時には大洪水になり、たくさんの被害をもたらしますが、古くから治水の事業が盛んに行われ、その跡地は運河になり、水運が盛んに行われた。北前船で米や紅花、海産物が運ばれるようになると、それによって力をつけた豪商たちにより、地域に対する恩返しとして祭りが開かれることもあった。これから向かう関東祭りも羽後の国、現在の秋田県の職人や商人によって始められたそうです。そんな伝統ある実った稲穂のような関東祭り、あなたと心に刻んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。着きました。来た。長かったですね。4時間くらいですか。涼しい。
全然涼しいな。ということで、本日ね、ホテルメトロポリタン、ここを撮ってるので早速チェックインしちゃいましょう。高かったです。38,000円ぐらいした。機が発車します。閉まるドアご注意ください。乗車記念をしていただきました。キニさんに、新潟から遠かったですねって言っていただきました。ありがとうございます。おお、街がちょっとにぎわい始めてるな。浴衣着てる人もたくさんいますね。すごいね。秋田も丸3年ぶりですかね。ネギビール T シャツを龍沢の方で作りに来て以来ですかね。みんなメトロポリタンを取られてる方はツアー客の方ですね。そりゃそうだよな。もうツアーの団体の方が1年以上前からホテルとかって抑えてて、かなりねツアー商品として高く販売されるみたいな感じだと思うんですけど、秋田もね稼ぎ時ですからね、1年に一度のね、6階のお部屋です。角部屋だ。今日ももしかしてツインとかそんな気がするけど、わ、広っ。ツインじゃないけど広いお部屋です。ありがたい。でこのカード入れもね、生ハゲと関東が描かれてました。よいしょ。おー、申し分ないですね。よいしょ。今日はこちらでゆっくりはできないかもだけど過ごさせていただこうと思います。よろしくお願いします。全身今日もしっかりあります。おー、メトロポリタン泊まるの久しぶりだな。あ、すごい、ここでビアガーデンやってんだ。うわー、ちょっと飲みたくなっちゃうけど体調がね心配なんで、ここではしゃぎすぎてどうにかなっちゃっても困るから、明日もねぶたあるしね、今日はおとなしく行こうと思います。で、関東スタート7時からなんでね、ちょっとパパッと準備して早速関東祭り見に行きましょう。東北絆祭り、各県を回って一気に6県のお祭りをやるっていうので関東は見たことあるんですけど、実際に秋田で見るの初めてなのでちょっと楽しみです。ということで秋田関東祭り早速行ってみましょう。会場はねちょっと歩くんですよ。10分ぐらい歩いたところからスタートです。すごい、このメトロポリタンの入り口にも祭り歓迎って書いてあります。でこの間来た時はね、つっても3年前ぐらいだけど、ここのスタバでちょうどなんだっけ、バナナフラペチーノみたいなのまでやってる頃だったんで飲んだんだよね。関東の会場までは歩いて少しかかります。加古鉄の足で15分くらいですかね。はい、実際どれぐらいの距離なのかっていうのは私の強火ファンの方だったら分かっていただけるかと思います。ここも関東一色ですか。会場はよく分かってないんだけど、みんなが歩く場所についていけばなんとかなりそう。まっすぐでいいのかな。涼しいですね。秋田涼しいわ。暑いって言っても知れてるわ。すごい、この秋田城のお堀かな、お堀のところをハスがめちゃくちゃ、ハスがめっちゃ咲いてる。こちらは秋田の千秋公園、元は久保田城のお堀なんですが、今の時期大量のハスの花が咲いておりました。このハスの花祭りというものも同時期に開催されているようです。大きな花が非常に幻想的で美しかったです。見えてきた。秋田
田市の川端という繁華街の前の道を通って会場へ向かうのですが、ここを流れているのが一級河川旭川。これ去年ね、また大豪雨に見舞われてしまって、今歩いている歩道も崩れてしまうぐらいの大雨だったんですが、昨年もね、無事関東は開催できたようです。開催が日曜日ということもありまして、会場はものすごい人。ちょうど演舞をされる関東会の皆様が定位置につくのに提灯を持って移動されている時でした。右側通行お願いします。右側通行お願いします。通路ないと立ち止まらずゆっくりとお進みください。通路ないと立ち止まらずゆっくりとお進みください。関東祭りは3部制で、途中休憩を挟みながら演舞がされます。この歴史についてはまた後ほど詳しくご説明するとして、そろそろ第1回本日最初の演舞が始まりそうです。関東祭りの起源は七夕祭りだったと考えられ、その歴史は江戸時代中期頃に遡ります。当時家内安全無病息災を祈って、旧暦の7月7日七夕祭りの前夜にねぶり流しというお盆行事が行われていました。ねぶりというのは眠りを流すということで、病気になってしまうと寝込んでしまうから、それを流しましょう。無病息災っていうのが語源らしいです。もともとは子どもたちが川まで願い事を下げた笹を流しに街を歩いていましたが、その後明かりを灯した提灯を持って歩く若者たちが増え、そこに職人や商人たちが混ざって、今現在のこのような形に発展したそう。現在残っている最も古い文献によると、寛政元年1789年にはすでにこのような形で秋田独自の風俗として関東祭りが伝わっていました。長い竿に提灯を何個もぶら下げると、風が強い日はね、本当にふらふら不安定になってしまって、実際にバタバタ提灯は倒れてしまうそうです。で、いろんなとこから提灯来ますから気をつけてくださいねっていうアナウンスも実際に会場でされていました。本日は大変お世話になりました。こちら JR 東日本関東会の皆様です。青森ねぶた祭りと同じように、秋田関東祭りにも数十組の関東会のチームの皆様が参加されていて、その一団体でみんなで力を合わせて演舞をするという形になっております。1部2部3部とあるんですが、1部が終わるとまた移動のお囃子を流して次の場所にぐるっと移動して 1,2,3 と交代交代で演技をしていくような形です。残り5分のアナウンスが入りました。1回の演舞はだいたい30分くらいかなと思います。この関東一番大きいもので、なんと長さ12メートル、重さ50キロ、46個の提灯がついております。そして持ち手はこの竹1本のみ。ここでうまくバランスをとって上高く伸びる稲穂のようにぐんぐん伸ばしていきます。制限時間が迫ってくると、いやもっといけるもっといけるっていうので、いろんな段階がぐんぐん上に関東が伸びていくので、そこもね見どころなんじゃないかなと思います。ちょっと風が強くなったりバランスを崩すと一気にバタッと崩れてしまうのが関東です。でもこれ不思議だと思いませんか？この提灯に使われている明かり、
LED じゃなくて本当のろうそくが使われているんですよ。ただね、全く燃え広がらない。これ関東に使われている提灯が特別なもので、下に大きな穴が開いていて、倒れる時に下から一気に空気がぐわっと流れてろうそくの火が消えるような作りになっているんだそうです。非常に工夫がされています。第1回目の演舞、お疲れ様でございました。それでは準備ができた交差点から係員、警備員の指示に従いゆっくりとお進みください。移動の合図に合わせてまたお囃子が始まり、関東会の皆様が移動していきます。関東会場は細長い円の形になっていて、そこをこの祭りのね、太鼓のトラックが回るような形でぐるっと円を描いていきます。なので観覧席とか買われた方は、ずっとその席に座っていても次から次に1、2、3部と違う団体がやってきてくれます。自分の推し団体を見つけるっていうのもね、これまた風情があっていいんじゃないですか。より深く秋田のお祭りを感じることができそうですよね。2回目の演舞が始まりました。秋田関東にはいくつかの妙技がありまして、そのうちの一つ、こちらが流しと言われるものです。関東を起こしたら次の人がまた竹を持ってそこに刺し、またその次の人が刺し、どんどん上に伸ばしていくんですけれども、これやばくないですか。50キロありますからね。これを片手でグイッと上げてるんですよ。手のひらとかの支えもなく。いやー、輝くね、この稲穂のような提灯、綺麗だなーなんて見上げる下にはこのような熟練の技、そして縁の下の力持ち、それ全て含めて祭りっていうのは本当に素晴らしいです。この竿同士をくっつけていくのも一つの見せ方なんだと思います。辺りを見渡すと関東同士がピタッとくっついている光景が非常に印象でした。こうして見るとね、稲が束になってこうそよそよと畑にそよいでいる感じに見えます。もともとは子どもたちの間でねぶり流し、七夕のお祭りとして広がったもの、無病息災を祈られたものなんですけれども、このね関東の様子が実った稲穂のように見える、そして提灯の一つ一つが米俵のように見えるということから、現代では豊作祈願のお祭りとしても伝わっております。2つ目の妙技は平手です。高々とかざし上げてみせる力強く豪快な基本技、手のひらに高くかざして静止させる、こちらもバランス感覚が非常に必要な技です。提灯にもいろんな柄がありました。三菱だったりローソンやアナなんかもあります。これおそらく協賛の会社の提灯じゃないでしょうか。基本的には上の2つには七夕って文字を書いて、その下は町門、町のシンボルとなるその絵柄を入れるっていうような決まりがあるそうです。そしてこちら側、小さい可愛らしい関東、これちびっこサイズですね。秋田で関東会に入っている小さい小学生ぐらいの方々はこうやって小さい頃から訓練をしているんだなと思いました。すごい。これ3つ目の妙技、肩です。そのままなんですけれども、肩でバランスをとって関東を操る、すごいですね。関東エリートに育てられてますね。
の団体やばいですよね。えぐい竹のしなり方してて本当に稲穂みたいに見えてしまったんですが、提灯見たらね、金満関東会って書いてあったんですよ。金満って秋田銘菓の会社で、白あんをねカステラ生地でこうくるんであるお菓子を販売してるんですけれども、かつては金満で関東会があったんですけれども、現在は馬郎町関東会っていうこの町内の、関東会に入って提灯をあげているそうです。ということで2部の、演舞が終了いたしました。皆様お疲れ様でした。今ではこの関東にも規定があって、高さが12メートルで50キロってなっていると思うんですけれども、そこまでこの形に定まる前までは多分ね、私の予測としてはいろんな団体で、いやあそこよりも長くもっと高く上げろみたいな感じで、上しならせるみたいな感じでどんどん大きく進化していったんじゃないかなと思います。お祭りも元をたどるとこう競技の部分があったりとかしますからね。3回目の演舞、少し場所を変えてみました。観覧席が大きく設けられていたので、ここがなんかメイン会場みたいな感じなんですからね。入り口のところはかなり混雑していたんですけれども、奥に進むと結構余裕があったので、皆さん秋田関東来られた際は人混みをかいくぐっても真っ先に一番奥に行かれることをお勧めいたします。そして演舞始まりました。今中央の方が額に乗せて関東を上げていらっしゃいます。こちらも関東妙義3つ目ですね。そのままなんですけれども、額です。めっちゃ大変そう。これ下手したら本当に大怪我しかねないですよね。そしてこれ最後の関東妙義、腰なんですけれども、ただでさえこの腰で支えるのめちゃくちゃ大変なのに、さらに熟練の指し手はこの扇をねパタパタとしながらちょっと煽ってみせるじゃないですけれども、かなり派手な技です。もう関東のクライマックス、めちゃくちゃ盛り上がる時にお客さんを見せるために腰でさらに扇で煽っていく。やばいよね。めっちゃ感動しました。超かっこいい。いや素晴らしかった。本当に感動しました。本当は2年前に行こうとしてたんですけれどもね、交通手段がなくなってしまって豪雨でね行けなかったんですけれども、今年無事開催できて、秋田の皆様も良かったです。ありがとうございました。この演舞が終わった後はふれあいコーナーと言いまして、小1時間ねこの道路に入って提灯を触ってみたりとか、実際に太鼓をね叩いたりとかできるんですよ。私も誰かカメラマンがいてくれたらやってみたかったんですけどね。ってことで喉を潤すために今日はおばくじゅう我慢していたので、秋田県ならではのババヘラアイス、私人生初めてです。いただいていきましょう。
失礼、綺麗なお姉様が一枚一枚丁寧に花びらを作ってくれます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。いただきます。ババヘラアイス、ヘラで一つ一つね作ってくれるんです。結構作るの大変だと思います。いただきます。いちご味のチャーベットみたいな感じですかね。美味しい。この関東のミュージックを耳に食べるババヘラアイス。秋田ね、いい夜でした。涼しいです。群馬県から来た身としてはめちゃくちゃ涼しくて楽しめました。ありがとうございます。秋田関東祭りは毎年8月3日から6日までの4日間開催されます。各団体から集まって開催された後はまたそれぞれの持ち場に戻るわけなんですけれども、結構小走りで移動する団体さんとかもいてちょっと楽しいなと思って見てました。なんだろうな、この関東祭りも楽しいんだけど、これも一種のパレードみたいな感じで、手振るとみんな振り返してくれるんでね、嬉しくなっちゃいます。そして JR さんいつもお世話になっております。ごひきに。そしてこの祭りが終わった瞬間に清掃員のボランティアの方でしょうね、さささーっとやってきて道に捨ててあったゴミをね回収して、もうこれが全部はける時には綺麗な道になって、また明日新たにお祭りを開催することができる。本当にね、演者の皆様もそうですが、この整備をしてくださっているスタッフさん、清掃の皆様、素敵なお祭り、東北三大祭りの一つでもありますからね、秋田関東はこういう協力があってのことなんだなと思いました。私も大事に大事にこのお祭りを伝えられるよう、そしてあなたと楽しめるよう心込めて動画作成させていただきました。去年は秋田県もここの川端エリアっていうのかな、このお堀のところも大洪水でもう完登できるかどうかみたいな感じだったんですけど、今年はねあんまり大きな災害水害はなく、この秋田駅の近郊はね無事関東祭りも終えて、お天気もよろしく良かったですね。この川端エリアは昔は遊郭花町だったって聞いたことがあるんですけど、この川越えたところに飲食店街がぶわーっとありますね。繁華街です。今日は遅くまで賑わってるんじゃないですか。日曜日だし。ちょっと覗いてみます。また JR さんお世話になってます。三丁目橋旭川、風情ありますね。そう前ね一ノ斎さん、湯沢の一ノ斎さんでネギビールシャツ作った時、夜ここでお食事いただいたんですよね。秋田のアナウンサーの相葉しおりちゃんとかもいて、そこに相葉しおりちゃんご存知ですか。めちゃめちゃ美人だった。スタイル良かったし、スカイツリーみたいなスタイルしてた。いいね、繁華街もね。こちらが秋田市一の繁華街川端エリアです。川に反るって書いて川端と書きます。昔はね花町だったって聞いたことがありますね。3年前にネギビールシャツご存知の方はね知っていると思うんですけれども、を作りに湯沢の一ノ斎さんっていう会社と打ち合わせにこの川端にご飯を食べに来たことがあります。で町に入ってきたら川端5丁目かなって書いてある関東会の方がまだ演舞をされていました。多分この地元自分のエリアに戻ってきて皆様にね再度お披露目をしている最中かなと思います。そしたらねめちゃくちゃ珍しい技を披露してくれました。これ面白かったです。
すごいね、本当にかっこよかった。もう関東男子めちゃくちゃかっこいい。情熱の祭りでしたね。秋田の夏の夜は関東と比べると涼しい夜風が心地いいです。このずらっと並んだ提灯も夏ならではって感じしますね。あー綺麗。いや、風情がある伝統を感じられるお祭りでした。いろんな技があってね、多分各町ごとで特色とかもあると思うんだけど、太鼓の叩き方とかねぶたと一緒で、またちょっと深く勉強して、再び秋田来たいと思います。ありがとうございました。すごい、来る時何もなかったハスの花がライトアップされています。ちょっと光に照らされて薄紫色のようなね色になってます。まだつぼみだけど、これ一気に開いたらね綺麗だろうね。駅の方まで、ホテルエントランスまで帰ってきましたが、多分お囃子隊がねまだ各町内に帰ってなくて、帰るまでずっと太鼓を叩き続けるのかな。だから街中にまだね太鼓の音が鳴り響いてますね。すごい賑やかで、多分町内で自分のこの町に帰ってきたらあげるところではさっきの川端地区みたいな感じでちょっとね地元の人にお披露目というか、ちょっとパフォーマンスしてみせるんでしょうね。長いですよ。丸4日間ですか、秋田関東は。皆様お疲れ様でございます。そして楽しませていただいてありがとうございました。あと巡行が終わった後に清掃されている地域のボランティアの方々も本当にありがとうございます。道本当に綺麗でした。帰りながら見ている時もありがたいですね。でちょっとお腹が空いたのと、あと胃腸にあんま負担かけてもいけないので、この時期秋田の郷土料理安家そばってね、秋田に西馬内っていうところがあって、日本三大盆踊りの一つの西馬内盆踊りっていうのがあるんですけれども、そこのね有名なお蕎麦なんですよ。本店ね、この間3年前にT シャツ作った時に安家そばさん行ったような気がするんだけど、これがね秋田駅前店もできたってことで、お祭りの期間は長くやってるんですよ。まだ入れるのでちょっとここお邪魔してみましょうかね。お腹空きました。ってことでお腹空きましたね。考えてみたら今日笹団子ぐらいしか食べてなかったです。お邪魔したのは秋田駅前にある西馬内そばのお店、安家そばさんにお邪魔いたしました。西馬内ってどこにあるかっていうと、秋田の内陸部湯沢市って豪雪地域があるんですけれども、そのお隣羽後町の中にある地名です。そこに安家そばさんってあるんですけれども、なんと冷やがけそば発祥のお店で、江戸時代から伝統的な作り方が続いています。はい、早速加工鉄アレンジ七味の爆糖なんですけれども、まあいいんですよ、自由に食べさせてください。私はこれが好きなんですってとこで、このね西馬内そば、本当にそばって思うぐらいコシがね強いんです。もうめちゃくちゃ弾力がある。例えるならば盛岡の冷麺みたいな、あれはこんにゃく麺なんですけれども、まあ正直あれぐらいね弾力が強いんです。というのも国産のそば粉の中にふのりを混ぜているんですね。海藻を混ぜています。そうすることでもう他にない強いコシが生まれているんですね。冷やで食べるのには最適、つるつるっと、もう冷やし中華のように、もう麺を麺で例えるなって感じなんですけれども冷やし中華のようにチュルチュルっといただきます。夏にぴったりです。
3年前に湯沢市伺ったって話先ほどもしたんですが、その時にね連れて行っていただいたんですよ、西もないそばのお店。その時のお店とここがつながりあるかどうかはちょっといまいちわかんないんですけれども、あの時食べたお蕎麦の味がね忘れられなくて、また秋田駅前でこうして食べられたことを感動しております。ちなみに西もないお祭り好きの方だったらピーンって来る方いらっしゃるんじゃないですか。そう、日本三大盆踊りの一つ、西もない盆踊りがある場所なんですね。一つは阿波踊り、もう一つは岐阜の郡上八幡のね郡上踊り、徹夜で踊る有名な踊りがありますが、そして最後に西もない盆踊りってやつです。この3つの中でもね結構特殊な踊りなんですよ。不思議なひこさって言われるものをかぶるんですが、黒子みたいなお面みたいなやつをバコって上からかぶって、全く顔が見えない状態でちょっと覆面みたいな、強盗みたいな感じで踊るんですよね。例えですよ、悪口じゃないですからね。そう、この格好は亡霊を表しているとも言われるんですが、昔は自分の身分を気にせず踊りを踊れるように顔を隠したという言い伝えもあるそうです。盆踊りというとこの亡くなった方の供養のためっていう面もあるんですが、昔は男女の出会いの場としてのルーツもあります。なので顔を隠してイチャイチャというかできるようなそういう背景もあったとは思いますね。でちなみにこの西もない盆踊り結構ね難しいんですよ。盆踊りっぽくないというかラップみたいな感じで結構賑やかな踊りもあったり、いろんな種類があるんですけれども、で歌詞もあるんですが、これがね夜中に行くにつれて結構過激になってくるというか、ちょっと下ネタ寄りになってきたりとかするんですって。そんな踊りも我々の先祖がどのように子孫繁栄して、私たちがこの世に誕生してきたかっていうこの日本の歴史をたどる上で貴重な踊りなんだなと思いますね。これからなんですよ。8月16、17、18毎年西もないの盆踊りは。なので来年はちょっと挑戦してみたいなと思います。三大盆踊りを巡る旅なんかいいじゃないですか。はい、よろしくお願いいたします。ということで美味しくいただきました。というわけで画面の前のあなたお疲れ様でございました。無事高崎を出発して本日秋田関東拝見することができました。楽しかった。生の秋田関東初めて秋田県で、見ることができました。おかげさまでございます。今回の旅は禁酒の旅ということで、ちょっとお爆獣封印会だったんですけれども、ちょっと夏に爆弾抱えがちなんで、失神出ちゃったりとか、喘息になったりとか、慎重に1日目旅したわけですが、無事終えることができました。ありがとうございます。そして明日は、青森ねぶた。2年ぶりですかね。実際に羽戸の衣装を着て参戦しようと思います。現地のお友達も久々に会えるのが楽しみです。ということで、次回も一緒についてきてください。ありがとうございました。今回は。ということで、早めにお休みしましょう。それではまた明日。かこたつでした。おやすみ。